アニメ&チル。皆さんこんにちは。アニメおべいみガチオタ三男レビアタン役の岡田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームおべいみや現在配信中のアニメおべいみなどさまざまなおべいみプロジェクトの魅力をゲストと一緒に深く掘り下げていく番組です。はい、ということで今回の放送はこの方をゲストにお迎えしました。どうぞ。最近はサタンのしつけをどうしようかと迷っている荒黒ド S の最強長男ルシファー役の山下和也です。はい、よろしくお願いします。お願いします。どういうこと？サタンのしつけ？そう、サタンが言うこと聞かなくてさ。サタンなのか角深夜なのかどっちですか？サタン 30%、角くん 70%。じゃあ角深夜ですね。そうだよね。完全に、はい、しつけっていう表現が合ってるかどうかはわからないですけどもそうだね、ちょっと頭を悩ませるところではあるとあります。いうことで、はい、山さん今回、もう2回目ですよ。そうだね。はい。いや、こんなに早く来ると思わなかった。そうですね、だからちょっと前回と違う感じでいこうと思って。山さん、大人なラジオにしよう。大人な？あ、そうです。どちらかっていうと、子供な僕らが大人を目指すってこと？子供な僕らって、いやもう年やねん。大人な感じのね、ダーティーなアダルティーなそう感じのラジオを目指していこうと思って。はいはいはい、じゃあそうしましょうか。はい、山下さん、よろしくお願いします。早速行くの？頑張りましょう。頑張っていきましょう。はい。で今回のラジオなんですけども、アニメおベイビーの第7話、おベイミオーディオコメンタリーの収録後にお送りしていますと。この番組を聞いていただいた皆さんは、もう見てくださってますよね。もちろんだと思うよ。はい。アニメ第7話いかがでしたか？あれはでも演者としても楽しかったし、見ている方としても裏の裏が見れたから良かったんじゃないかな。そうだ、いい感じだった。いい感じ。ごめん、ちょっともうどうした？もたんよこれ僕が。何がだよ。おいおいおい、しっかりしていこうぜ。どうした兄貴？続ける？このテンションでいくと、7話の全貌僕伝えられないわ。オッケー、じゃあやめようよ。諦めようか。はい。でオーディオコメンタリーって僕初めて挑戦したんですけども、山さんどうでした？いや僕も初めてなんだけどね、言っちゃうとさ、7話前半と後半に分かれてて、前半はカダヤンとヤグッちゃんと大西くんで、後半が僕とコバさんとスーミンとアイムンだよね。ごめん、ちょっと聞き慣れへん単語が2つぐらいあって。スーミンとアイムンって何？僕普段そうやって呼んでるよ。嘘やろ？ほんと初めて聞いたわ。ちなみにスーミンはスミくん公認だから。いや、スーミンは人、過去にね、そう呼ばれたことがあるっていうのは知ってますけど、オーディオコメンタリーご覧になった方は分かると思うんですけど、オーディオコメンタリーの中でその単語一回も出てないやろ。一回も出てなかったね。じゃあ読んでへんねん。ごめんね。急に今作ったみたいになってるから。普段読んでるかもしれんけどね。そうなんです。僕ら2人進行役と言いますか、そんな感じだったんですけども、どうでした？みんなはちゃめちゃやったでしょ？いやもう本当にね、進行であっちゃこっちゃ寄り道をするんだけど、元に戻せないよね。でもね、後半の方はうまいことそれをアイムさんが元に戻してくれた。なるほどなるほど。でコバさんがところどころ暴走したのもちょっとアイムさんがコントロールしてくれた。なるほど。コバさん暴走してたの？たまに暴走してた。暴走してたんや。でもね、そこはちょっとね僕は面白かった。その暴走がね。そう。うちはもうただ矢口恭平の話が長かったんですけども。聞きましたよ、あれ。そうでしょ。大西くんに喋らせてあげたいのに矢口恭平の一つの話題が長すぎてなかなか喋らせてあげれないんですよ。本当だよね。それがねちょっと僕の後悔かなと思うんですけど、でもああいうのも面白かったね。そう。なんか新しい世界が見えたなっていう感じでした。新鮮。なんか自分たちが出演しているアニメを見て、それについてコメントしてみんなでワイワイ盛り上がるっていうの楽しいから、ご覧になってる皆さんもね、お友達同士でアニメを見ていただいて、それで楽しんでいただいてんのかなっていうことを想像しながら、ね、楽しかったなと思って。これからもアニメが続いていきますから。続いていくよね。もしかしたらもう一回ぐらいできんちゃう？マジで？やりたいなって。思う。やるとするならば、ちょっとメンバー変えてほしい。おい不満か。不満か、やめろ。不満じゃないんだけれども、なかなかやっぱね、7人ともそうなんだけど、癖が強いから、本当にまとめようとすると大変なの。じゃあ誰が来ても一緒や。そうなんだけどさ。ぜひね、ご覧になってない方は見ていただきたいと思います。さあ今回も始めていきましょう。番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM。オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、
インスタグラム、フェイスブックなど各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきもお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルスタートです。はい、こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。それでは山下さん、早速紹介していきましょう。ごめん、まだ大人続けてんの？どうした？そうやっていこうぜ。じゃあそれでいこうか。紹介してくれ。はい、じゃあ早速なんですけれども、僕が選んだのはこの人です。お名前明日の神父さんです。はい。これね僕宛てなんですけれども、和也さんへ、どうやってそんなに地声とは違う声を出しているのですか？あなたの普段の声とルシファーの声のピッチは全然違います。それは俺も気になるな。今かだやんも気になるな。結構でも変わってるよ。本当に？ありがとう。かっこいい。そんな方や見たことなかったもん。じゃあ和也さんがどういうことやねん。普段どんなかっこ悪いと思ってんねん。そんなことはないです。そんなことはないです。じゃあ山下さんのルシファーボイスでその違いの説明を教えてもらっていいですか？つまりはよりイメージをする力だ。イメージだ。例えばド S というものを極限まで考え抜いて考え抜くと、このように声が出てくるし、常に頭の中にはルシファーが存在をしている。すごいなっていうことです。いや、じゃあ地声とは違う声を出している、どうやって、イメージです。もういやテクニック的なことを言うとね、いやまあそうね喉を下げるとかさ、あると思うんだけど、でも結局はやっぱルシファーを作り上げてイメージすることが一番大事と、そこなんです。いうことなんですね。はい、なるほど。でね、ちょっとだけもう一つだけこの人ね、質問が2つあって、皆さんはアイムさんのように将来キャラのコスプレをしますか？したい？したくない？その理由も教えてください。なるほどなるほど。僕から言っていいですか？どうぞ。僕はねどちらかっていうとコスプレしたくない方なんです。なんでさ？いやだってさ、ルシファーと正反対のところにいる人間だからどうやってもどんな着方ってもできないんです。でも中身をそんだけルシファーを作り込んでんやったら、もし来た時にルシファーがにじみ出てくるんちゃう？中から。いや中からね。でもねそのギャップを見てねみんな泣く嬉し泣きやろ。そっちだったらいいけどさ。嬉し泣きでカデンどうなの？俺、コスプレをしますか？したいしたくない？そうね、したいしたくないで言えば、まあしたくないけど、でもレビはしてみたいかなって思うようになってきたかもね。実際レビしてるしね。レビしてるって何？実際にレビしてたじゃんコスプレを。レビがね。レビがしてたコスプレを僕はしたいとは思ってないよ。そうなの？そうなのって何？意外みたいな声出すんやめて。ラジオの前、ラジオやのにふーって身振り手振りでけどね。なんか何これ両手上げてふーってちょっとねオーバーにしてみました。オーバーにびっくりしたよ。じゃあ次僕が紹介しますか？お願いします。はい、この方、ラジオネームトノさん、トノさんからいただきました。はい、おべいみーはもう私の生活の一部になっています。感謝です。質問なのですが、今のお仕事をしていなかったらこれをしてみたいという職業はありますか？どう？これね、結構小さい時からそうなんだけど、警察官になりたかった。そうなん？なんで？いや正義の味方っていうのもそうなんだけど、僕が小さい頃結構ほら刑事もののドラマがねいろいろあったわけなんですよ。でそこでさ、結構こう派手に暴れて、かっこよくポーズ決めて、犯人を追い詰めてっていうあの姿を見てたら、憧れないわけがない。なるほど。そうなるほどかっこいい。じゃあ俺もこれになりたいと思って、警察官を夢見てたんだけれども今ここにいます。あかんかったみたいに言うな。言いません、そんなことないです。これはこれでちゃんと成就したんやろ、願いが。ちゃんとここまで来れましたもんねっていうことです。カネはどうなの？いや僕もね山さんと一緒で、いろんな作品に影響されてその時々でやりたいなって思う仕事は変わってきてて、で最初はプロ野球選手やったの。ずっと野球やってたから。でもそっからなんか作品見るごとに、これもいいなこれもいいなと思って、落ち着いたのがパン屋さんやったな。パン屋さんやってみたいって。これだけいろんな飲食店ある中でなぜパン屋さんなの？パン屋さんが出てくるアニメを見たから。でパン屋さんになりたいなって思った時に高校卒業のタイミングが来て、
パン屋にもなれへんしもう勉強もできひんから、どうしよう興味のある役者にでもなろうと思ってそうこの世界に飛び込んだ。なるほどね。だから最終的な将来の夢として持ったのはパン屋さんやった。まあパン屋のイメージはね、なんか僕もあったかい雰囲気でさ、街の人たちとこう仲良くなりながらね、そうでしょ、やっていくイメージあるけど、ぴったりやろ。なんで止まんねんこの間もぜひ使ってほしい。ぴったりやろがい。いやびっくりした。ただね正直に言うと、ぴったりだと思う。あ、ほんまに、ありがとう。その言葉だけを信じてこれから生きていくわ。お願いします。ほんまかどうかわからんけどなまあこんな感じで、今日は2つ紹介させていただきましたけども、時間が来てしまいました。ということでこのコーナーでは留学生の皆さんからこの番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーでした。コンビンスニー。はい、こちらは留学生の皆さんからオベイミーに登場する推しキャラへの熱い思いを投稿してもらうコーナーです。それでは早速紹介していきましょうか。はい。これちょっと照れるんですよね。照れるよ。そうだね。照れる。嬉しいけどね。そう推しキャラって言ってもやっぱね、ルシファーであったり、レビエの思いっていうのをね書いてくださったりするので、ちょっと照れたりもするんですけど、照れずに紹介していきましょう。お願いします。はい、お願いします。山さんからいきますか。僕からいきましょうか。はい。ではお名前なんですが、ビクトリアさんからです。ビクトリアさん。はい。ルシファーが果たす父的な役割が大好きです。彼はジボレアで、弟たちをからかうことを楽しみながらも彼らの破壊的な行動に対しては毅然とした態度で臨みます。家族を守るために愛と献身を誰よりも注いでいますと。確かに長男でありながら、どちらかっていうとお父さん、みんなを見守る、悪いことやったら叱る、いいことをしたら褒める、温かい目で常に兄弟7人のうちの6人をね見ているという感じはしますね。海外の方ですよね、この方。そうですね。ルシファーっていうキャラクターが好きっていうだけじゃなくて、そういうルシファーが持っているポジションというか、そういった役割のところも好きになってくれていると。そうなんですね。嬉しいですね。そうね。僕もねやっぱそういう思いをねいただいたので、これからそういう風にしていきたいですし、もともと思ってたものもありましたし、そうですね。ありがたいね、こういうお手紙です。もともとはこれね英語で書かれてますけども。そうですね。これ山さん、これもしかしてなジボレって読んだ？うぬぼれちゃう？そう？山さん、うぬぼれかな？うぬぼれ。もしかしたらこれ山さんが自分で翻訳した時に、ちょっと翻訳ミスがあったかもしれへんよね。はい、そうですね。そういうことにしとこうか。はい。フォローありがとうございます。フォローっていう言い方した。そしてビクトリーさんごめんなさい。うぬぼれ屋です。うぬぼれ屋かな。はい。うぬぼれ屋かもしれないね。はい。で、次なんですけどね。びっくりした。はい。これね。はい。これを読んでほしいっていうものがあんのよ。カダヤンに。俺に？そう。どれでしょう。めっちゃ力説されてるけど。これ僕ちょっとお名前言っちゃうけれども、ロクさんっていう方なんだけどね。ロクさん。はい。すごくもう文章に力が入ってる、もう思いが溢れてるのよ。すごいねこれ。そう。レビへの思い、カダヤンへの思い、もうこれはね胸いっぱいになる。はい。でおそらく僕が読むよりもこれはカダヤンが読んだ方がいいと思って、なるほど。はい、お伝えしました。ぜひカダヤン読んでください。これわかりました。じゃあロクさんからいただいたねコミスミメッセージですね。すごいですね。はい、海外の方ですね。はい、いきます。以前私は他の兄弟がお気に入りでしたが、オタク FM のシーズン1をすべて聞いた後、私は完全にレビアタンに恋をしました。特にレビ祭りの後、私はレビの自分の好きなことに対してすごく情熱的なところやロマンチックなシーンになるとシャイで顔を真っ赤にしているところが大好きです。パート2、レビは可愛くてかっこいいです。アニメの第2話はまさにその理由で大好きです。花瑠璃タンのコスプレもとてもよく似合っていました。パート3、それから花瑠璃タンが推しでも MC が一番好きだって言ってくれるレビが大好き。パート4、加田さんは私がレビを愛する理由の大きな部分を占めています。加田さんのエネルギー、熱意、そして加田さんが残りの6人のボーイズに悪戦苦闘しながら頑張っているところが大好きです。それから加田さんの歌が大好きなので、加田さんも自分の声を好きになってくれることを願っています。ハート。
あと100個言えるけどパート5、ゲームを立ち上げた時レビが「お前僕のこといやなんでもない」と言ってくれるたびに私はいつもこう答えます。はい、イエス、めっちゃ大好き。はい、ありがとうございますもう本当にね、好きなところが溢れてんねん。今回パート5まであったけど、はい、絶対これ、見境なく出てくるよ。見境って言い方おかしいやろ。いやいや、もう本当に際限なく無限なく無限にね。そう。あと100個言えるけどって言ってくださってますから、すごいね。こんだけの熱い思いを乗せてくれるっていうのは本当に感謝しかないね。ないよね。いや、感謝しかないよ。これまあご自身で読んでてなんだけれども、今これ読んでる時やっぱ嬉しい？いや、嬉しいよ。嬉しさ、恥ずかしさ、でときめき、もどかしさ、いろんなものが溢れ返って、ただただ汗がにじみ出てきた。でパート4ぐらいで終わった思ったら5が来て、あと100個言えるけど5ってきて、今とどめ刺されたよね。いやでも本当に嬉しいです。そうだよね。いや、ありがとうございます。ほんまに皆さんからね、本当に熱い思いをたくさん送っていただいてます。ご紹介しきれないのが残念なんですけども、そうだね、全部ちゃんとチェックさせていただいてますので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということで、このコーナーでは留学生の皆さんからオベイミーに登場する推しキャラへの熱い思いを大募集します。各種 SNS からハッシュタグオタク FM コンビンスミーをつけて投稿してください。コンビンスミーの綴りはアルファベットで CONVINCEME です。以上、コンビンスミーでした。リスンミー。はい、こちらはお越しいただいたゲストの皆さんからオベイミーにまつわる楽曲をご紹介いただくコーナーです。じゃあ山下さん、曲紹介お願いします。はい、全世界のレビーファンの皆さん、お待たせしました。いや、むしろお待たせしすぎたかもしれません。聞いたことあるぞ。番組開始7回目にしてついに MC の順番が回ってきたわけなんですよ。はい、回ってきたというかね、僕が、ゲストの皆さんが、来てそれぞれのね、担当してるキャラクターの歌を自己紹介してきましたけども、僕が MC にいる限り、レビの曲はなかなかっていうことやったんですけど、そうなんです。嬉しそうですから今回は私がこのコーナーちょっとお借りしましてMC になりまして、ゲストの課題案をいろいろといじっていこうということでございます。じゃあいじるっておかしいやろ。いやいや、そんなことないです。じゃあ早速なんですけれども曲紹介をお願いします。ありがとうございます。それでは聴いてください。レビアタンでマイチャンスです。きっとわかってるだろうけど、親友なんだ僕たちは。異論は認めない。言い聞かせても寂しい理由がわかんないよ。きっと興味ないだろうけど、お前といるの楽しくて、ここだけの話、お前の話、アニメの続きより気になる。手を伸ばせるなら届きそうなのに、なんかちょっと変だなこの頃の僕。どんな風に毎日話してたかすら思い出せないくらいおかしいな僕。このマイチャンスっていう歌ねいや僕も聞かせてもらいましたよ、もちろんね。ありがとうございます。ゲーム調の音楽というかさ、そうなんですよ、ね、ポップでね。でこれを収録しに行くときに、東京行ったじゃん。行きました。東京に、こういう仕事で行ったことっていうのは今までなかった？ないですないです。僕マイチャンスを、その歌わせていただくときに東京に行かせてもらったのが、人生で東京行ったの3回目ぐらいでした。あ、3回？はい。残り2回はちょっと遊びに行ったりとか、なんかお芝居のなんか参考にするためにちょっと勉強のために行ったりしたことがあって、それからだから3回目やったんで、仕事で行くのも初めてやしドキドキでしたよ。ドキドキあった。ドキドキですよ。そのカデヤンがさ、歌を歌うっていうことに対してまさかこれが仕事になるっていうのはどう思ってた？思うわけないでしょうよ。あ、そう？山さんもそうでしょ？僕思ってたよ。なんぞ？やっぱさ、夢は大きくじゃん。
で今の声優さんたち見てると、やっぱ大きくえらい顔してんな。いやこいつやと思って急に手のひら返しやがって仲間やと思ってたのに。そんなことございません。そんなことございません。思ってたよと。見てたらわかるじゃん。みんなビッグネームになったら歌って、トークうまく回して、かっこよく演じて、素晴らしい一流の声優さんみたいな感じやんか。それは目指すところはそこですよ。でも歌を歌うとは思ってなかったもん俺は。まさかね。でもね、自分が。でもそれでも僕マイチャンス好きですよ。ありがとうございます。ありがとう。それデモのデモが繋がってないね。びっくりしたわ。もうそれだけもうなんかもう歌からかけ離れたところに課題行こうとするけれども、でも歌ってみたら全然フォローが180度いきなりガーってなんかドリフトかけたみたいな曲がり方してきたから大きく曲がった方が面白いでしょ。そうですね。いやすごいいい歌ですよ。僕も大好きですし、なんか元気をもらえる歌やなって。自分で歌っといてもなんですけども、元気をもらえる歌やから、なんか時々落ち込んだりとか、なんか一日の始まりに聞いたりとかしたら、なんか明るい気持ちになれるなっていう感じの歌やなっていうのを、今改めて聞くと余計に思いますね。だから良かったなと思って、皆さんにも愛してもらえる曲になって。いや本当にそうです。僕らもね、結構ゲームをやってる世代なので、音楽に親近感が湧くんですよね。そうね。で親近感が湧いた後にカダヤンの声がスーッと入ってくると、いいわ。なんかこうカダヤンとゲームをしてる感じにも思えるし、なんかこううまいことカダヤンと曲と歌詞、全部が融合してマイチャンスになってるよねって。そんな風に感じてくれてんの？感じました。全部がちゃんと融合できてる？できてます。できてます。聞く方はできてます。めっちゃ笑顔やけど。そうでしょ？歌う方もそれは融合するっていう気持ちで歌ってたからね。だから皆さんがこうやってマイチャンスね、歌ってる時とか歌った後とかすごい不安やったし、大丈夫なんかなって思うこともたくさんあったけども、こうやって愛される曲になったっていうおかげで僕自身の自信にもなったんで、よかったなって思ってます。カダヤン自身も成長したということですよね。成長できたかなってね。かといって歌うのが得意になったかどうかっていうのはまた別の話だけどね。そうなの？得意になった？僕得意になったよ。言ってみて。ごめんカダヤンそれごめん。一緒ごめんな、一緒ね。まあでもね、兄弟で7人でこう曲を歌ったりもありましたので、これからも歌唱力を鍛えながら、そうですよね、またこういう機会があったらぜひ歌っていきたいなと思っております。ありがとうございます。皆さんもね、もう兄弟全員の曲をこれで紹介することができたんで、皆さんももっともっと聴いてあげてください。以上、リスンミーでした。もしもし、レビアタンだけど、オベイミキャラクターソングプロジェクト第1弾の CD が Amazon 特設サイトで発売してんの知ってる？キャラクターソングの他にゲームのテーマソングやオーディオドラマ、僕たち兄弟がお前の安眠のためにデビルシープを数えてあげるっていうありがたい音声特典も収録されてるんだけど、 CD のダイジェスト動画が特設サイトで配信されてるから聞きたいなら聞けば。感想とか別に期待してないし、ニヤニヤしてこっち見んな。帰ってきた即興嘆きの館劇場。こちらはオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇するのを見てみたいというアイデアを留学生の皆さんから投稿していただき、オリジナルストーリーを制作し、僕とゲストが読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。そうなんです。ありがとうございます。これね、まああるじゃないですか。あるよね。今ここにね、こちらはオベイミーに登場するキャラクターたちがからのなんかあるんですけど、シチュエーションがやったら太字デカ文字で書かれてるんですよね。強調されてるのね。もうこれはあれでしょうね。言えよっていうね。そういうことです。言えよっていうことが込められてるんですけど。そういうこと。シチュエーション。やっていきますか。すごくかっこよく言ったけれどもさ、今日は噛まない？おい、噛まないとかいう言い方すんのやめなさいよ。違うでしょ。ごめんね。噛みたくて噛んでるんじゃありません、毎回。そうですよね。それも味ですもんね。そうです、技です。わざとな。技です。お見事でございます。前回どうでしたか、山さん。前回ね、レビーの暴走というかさ、勘違いと言いますか、あったんだけど、ちょっとだけヒント与えていい？今回も。
ちょっとだけちょっとだけちょっとだけまあまあまあちょっとだけやっていいですよ。似たようなもんなんですけどね。またレビ似たーの暴走がようなもんって言い方しやがった。レビーの暴走が始まります。レビの暴走は始まんのかな。始まります。まあ前回はねなんか檜山さんアドリブで落ち着けって言ってたもんね。そうそう、だってもう本当にさ落ち着かないんだもんさ。落ち着かないんだもん。俺だって落ち着きたくなくて落ち着きたくないわけじゃないよ。ないもんね。俺何言ってる今。何言ったか自分で分かんなくなってる。落ち着きたいよ俺だって。落ち着こう。本当に落ち着こう。はい。深呼吸ね。行きますか。そうしようか。ため息ついてもらったら今からやるぞっていう感じなのに。ないよね。よしやっていこう。オッケー行こう。それでは早速始めていきましょう。行きましょう。今回のタイトルはこちら。ルシファーもう一回。冷蔵庫を覗き込んだりしてベールみたいだな。ああ、ルシファー。いやー、これから新作ゲームを始めるんだけど、面白かったらクリアするまで部屋にこもるから死なないように1週間分の食料確保しとこうかなって。ゲームもほどほどにな。勉強もあるだろう。あ、はい。だがタイミング的には良かった。これを受け取れ。ヘッドホン？ああ、この間 D3 を選んでくれた礼だ。いいの？これめちゃくちゃいいやつじゃん。呪いのかかったクラシックを聴くための最高級品だが、きっとゲームにも使えるだろう。今夜使ってみろ。飛ぶぞ。飛ぶぞって人間界のプロレスラーみたいな言い方するね。いやでもありがとうルシファー。大切にしろよ。こんなところに紅茶と毒リンゴの本。この組み合わせは興味深い。レビ、お前のか？いや知らないよ。よく見たらカバーだけで中は禁書のようだな。開いたら3歳児になる禁書か。なるほど、そういうことか。昨日サタンとベルフェにもう少し大人になれと叱ったからその仕返しだろうな。まったくこういうところがガキだと言ってるんだ。3歳児になったルシファーにお前の方こそ大人になれイエーイとか言いたかったのかなサタン。にしてもルシファーよくこれが禁書だって分かったね。なんで？おいレビ、開くな。あ、そうだ。泣きたいのは俺だ。なんで分かってて開く？うちにはまともな悪魔はいないのか。騒がしい。大丈夫だレビ、びっくりしたんだ。俺がついてるから泣くな。分かったほらいないばーいないダメか、参ったな。じゃあこれはどうだ。花火フラッシュ。泣き止んだ。3歳児になってもアイデンティティは健在か。花瑠璃フラッチュ。そんなに喜ぶか。いないばーと何が違うんだ。しかし参ったな。これからディアボルと食事の約束があるんだが。ねなんだ。もう一回。もう一回。花瑠璃フラッチュ、もう一回やって。だ、わかった。行くぞ。花瑠璃フラッシュ。もう一回。もうやっただろ。やってよ。やって。やらない。わかった。泣くな。これが最後だぞ。行くぞ。花瑠璃フラッシかっこいい。よかったなレビー。そうだ、お姉ちゃん
これからちょっと用事があるんだ。だからアスモのところに行ってこい。お腹すいた。聞いてたか？聞いてた。なんか食べる。聞いてないだろ。そうじゃなくてレビー。お腹すいた。わかったわかった。じゃあ何が食べたい？時間がないから早くしろ。あと簡単なものにしろ。じゃあゴブリンチップス。ゴブリンチップス。なんだそれは。知らないの？これ。漫画ゴブリン調理甲子園。すごいタイトルだな。悪いゴブリンを誰が一番美味しく調理できるのか。ノンストップファンタジーグルメバトルアクション SF グルメ。グルメ2回出てきてないか。いろいろ渋滞しすぎだろ。このページのこれが食べたい。レビー、ゴブリンは冷蔵庫にないから無理だ。他に何か食べたいものはないか？じゃあこれは？また漫画か。惑星もぐもぐガールズ。惑星食べまくり今時女子たちの青春な物語。壮大すぎやしないか？地球うまそう。レビー、地球食べたらあいつもいなくなっちゃうんだぞ。困るだろ。どうしてさっきから無理なものばっかり言うんだ。だってさ。なんだなんなんだ急に。また泣くのか？食べたらルシファー兄ちゃん出かけちゃうんでしょ？嫌だもん。レビー、じゃあ最初から分かって言ってたのか？うん、ずっとルシファー兄ちゃんと一緒にいたいもん。かわいい。今日は一緒にいてくれる？ちょっと待っててくれ。ディアボロ、すまないが今日の約束日程をずらしてもらえないか？もしくは子連れで行きやすい店とか。いや、なんでもない。大丈夫か？すまない。また連絡させてくれ。よーしレビー、今日はお兄ちゃんと一緒に心ゆくまで遊ぶぞ。あ、戻った。ごめんルシファー、今日はこのヘッドホンで一人でゲームしたいから。そうか、わかった。じゃお聞きいただしただや動揺してるよ。さあ、お聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか？もういかがでしたも何もさ、さっきのさ噛んだのが動揺なのがさ全て物語ってるじゃん。今日全然噛んでなかった。噛んでなかった？でもいい一面見せてもらいましたで。いやなんかね、これが僕がやった表現っていうのが正しかったのかどうかはわからないけど、やってる間とてもじゃないけど外を見れへんかった。気づいてるかもしれんけどずっとこうやってたしこうやってたし、見えないように見えないように見えないように。もう笑ってくれてるならまだしも、もし冷たい顔でこっち見られてたら俺もそっから読めんくなるから、確実に確かにね読めんくなるから絶対見ないと思って。でも安心して、でも安心して、どうぞどうぞ。スタッフの皆さんが冷たい目を見せていたとしても、僕は温かい目で最後の最後まで見守ってあげるし笑ってあげます。ありがとうほんま山さん。もうでも山さんの最後のっていうのがもうほんまルシファーと山下がミックスしてたよ。だってさ、あんなに可愛かったさレビーがさポンって大人のレビーになっちゃうわけじゃん。戻っちゃうわけですからね。わざわざさディアボロの予定も崩してだよ。ディアボロとの予定を崩すってよっぽどのことですからね。その予定を崩してまでこっちに向いてくれたにもかかわらずっていうことですよね。そうなんです。いやどうでした？楽しかったですか今回の？いや楽しかったよ。ほんまに本当に。山さんの言う暴走っていうのは、
してました。レビアタン暴走してたかな。してたんかな。もう頭からだんだんこう予告が始まってクライマックスドーンお子さんになってドーンそして元に戻ってドーンで一気に自分自身で落としてくれたよねって楽しかった。これね即興嘆きの館劇場2人でやってるけど僕どちらかっていうと見てたい。あ、誰かがやってるのを見てたい。そうで今回もそうなんだけどなんだろうな、演じてたよ、演じてたんだけれども、もうカダヤンを常にこうにこやかに見てたという感じ。見てたのよ。見てたいし見てたのよ。見てたいし見てた今回。そう僕は一緒に見てるよりやってほしいなって思ってんだけど。そうやるんやったらやってほしいなとは思うけども。やりましたけどね。まあありがとうございます。いいえ。いや本当にね。久々に疲れた。そう久々になんかずっと疲れた言ってきたけど、そういうの違うと思って。俺はもう全力でこのコーナーを取り組んで、ね、ぶつかっていくんだっていう気持ちでねずっとやってたけど、自然と、疲れたなって思うよ。出ちゃうなって今回出ちゃったなって。やる前の勢いのあったカダヤンが一気にここまで、ね、いやでも皆さんにねご満足いただけるような3歳児になれたかでしょうか。わかりませんけどね。それはもう皆さんが判断してください。はい、ありがとうございました。はいね、ということでこのコーナーはね、留学生の皆さんからおベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇するのを見てみたいというアイディアや妄想を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ライブをつけて投稿してください。ライブの綴りはアルファベットで LIVE です。以上、帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。ラット新聞部ラジオ出張版。こちらはおベイミープロジェクトに関する最新情報をお届けしていくコーナーです。はい山下さん。はい、そうなんですよ。持ってるでしょ。持ってますよ。例によって例のごとく資料。そう、これ機密資料です。機密資料。はい。なぜその機密は山下さんに漏れて、この加田聡には漏れないのか。いやー、それは素直な反応を聞きたいからですよ。素直な反応、どういうこと？今回はカダヤン、つまりレビアタン、ちょっと嬉しいお知らせです。待ってました。でしょ。一回姿勢正します。はい、姿勢正してください。準備 OK ですか？どうぞ。はい。ではですね、明日からあるイベントなんですけれども、ディアボロバースデーバッシュというものなんですね。殿下の。そうなんです。ちなみについ最近サタン祭りがありましたけどね。そうですね。サタン祭りですよ。生誕祭。僕はまあ半ルシって言われてるけれども、サタンの誕生日を精一杯お祝いしました。素晴らしいでしょ。長男として。そうなんです。愛を持って隔てなくいいですね。平等になんです。で、そのサタン祭りもあったんですけれども、10月の31日っていうと、これディアボロの誕生日なんですよ。人間界ではハロウィンが有名なんですけども、魔界ではディアボロの誕生日ということで、ディアボロですよ。そうです。魔界を滑る時期ですからね。そうなんです。いわゆる我らの殿下のこの誕生日を全力でお祝いするっていうのがこのディアボロバースデーバッシュなんです。おめでとうございます。ちなみにカデヤン、バッシュの意味って何かわかります？バッシュの意味？バッシュの意味って何？実はですね、バスケットシューズ？違います。それ訳詞やな。バッシュね。バッシュね。バッシュなんですけれども、お祝いとか賑やかなパーティーの意味なんですね。なるほどなるほど。ですから盛大にディアボロの誕生日をお祝いしましょう。なるほど。で、これがですね、明日から開催されます。抜き打ちテストとか、あとナイトメア、ミッション、これすべてがディアボロ仕様。豪華ですね。そうなんです。でね、今までキャラクターの誕生日っていうと、その誕生日を迎える本人のカードが登場してたんですが、今回はディアボロをお祝いするみんなのカードも出てくる。すごい。そう、素晴らしい。みんながディアボロのためにどんなお祝いを仕掛けたのかっていうのがデビルグラムで各ストーリーありますので、ぜひチェックしてほしい。ゲットしていただいてってことですね。そういうことです。でも俺にちょっと嬉しいことがあるって言ってましたけど。聞きたい？いや、聞きたいですね。なるほど。聞かせてください。じゃあ言っちゃいましょう。言っちゃいましょう。このディアボロバースデーバッシュで登場するカードなんですけれども、皆さん予想されてる通り、ウルトラレアのプラス、このカードがディアボロなんです。素晴らしい。しかもですよ、プラス動くスチルカード。なるほどね。プラスですから。これはディアボロファン本当に欲しいカード。そりゃそうですよ。そしてです、ウルトラレアベルフェゴール。
ベルフェゴール。そうなんです。なるほどなるほど。以上。山さん、僕が担当している兄弟誰か知ってますか？レビアタン？なんでクエスチョンマークついてるか知らないですけど。分かってますがな。そうでしょそうでしょ。そうなんかにいるってことですか？そういうことなんです。ウルトラレアプラスがディアボロ、ウルトラレアがベルフェゴール。忘れてました？ウルトラレアプラスディアボロでしょ。レビアタン。あんねんって。ちょっと見して。はいこれ。でちなみにね、今ここ手元にどんなカードかっていうイラストもちょっとあるんですけど、こんなんです。ありがとうございます。はい、しかも動くスチールカードですからね。ありがとうございます。これはもうカダヤンゲットしないといけないし、ありがとうございます。もう全世界のレビファン、ぜひともゲットしていただきたいというものです。サンキュー。はい。そしてメモリーカードもあります。もういいです。いいの？言いますか？じゃあちょろっとだけいきますね。終わろうかなと思って。ダメです。そうですか。はい。メモリーカードでウルトラレア、これがねサタンとシメオンとソロモン。はい。でメモリーカードの SSR、これがマモンとルークになってます。すごいね。はい。もうみんなでお祝いしよう。そうですよ。殿下をという気持ちが溢れてますね。我らの殿下ですからね。そうです。はい。いやもうぜひ殿下をお祝いして、レビアタンの UR プラスをゲットしてください。はい、ということでございます。はい。いやディアボロもとか言った方がいいと思うけど。そう？親友でしょ。親友のディアボロ、ルシファーの親友のねディアボロですから。確かに。はい。すべてゲットしていただきたいですね。お願いします。はい、ありがとうございます。いずれも詳細につきましては公式 Twitter などでご確認ください。はい。以上、ラット新聞部ラジオ出張版でした。はい、お送りしてきましたオタク FM ですが、そろそろお別れのお時間です。山さんいかがでしたでしょうか？いやもう前回もお伝えしたかもしれないけどさ、もう本当にこのあっという間感、もう気がつけばこの放送の前いろいろ打ち合わせをして、どうなるやろうなって思ってたのがもう終わりですよ。そうですよね。始まってしまえばあっという間です。あっという間で、その間にですよ、情報も入れネタも入れ皆さんのお便りも読ませてもらってと、楽しい時間を過ごさせていただきました。そうですね、楽しい時間はあっという間ですからね。本当にね。いや初めて知りましたね、僕は今日本当にいや幸せだなと思って。あら今回初めて？いやちゃうよね。ちゃうけど、あっという間やなと思って。本当にね。幸せな時間やなと思って、ほんまこういうのってね、ありがたい話ですよ。いや本当にね、この時間をいただけた皆さんに感謝でございます。感謝。山さんのテーマやからね、感謝は。そう？いやだってオタク FM 第1回の時も感謝やってずっと言ってたじゃないですか。言うたけど、テーマにするほどのものではございません。もともと持ってるものですから。そういうことです。ありがとうございます。皆さんそれだけは覚えて帰ってください。お願いします。感謝は普段から持ってます。っていうことでございます。そうです。はい。何この説法みたいな終わり方。ありがたい説法みたいになってるけど。はい。だって次回のオタク FM なんですけども、マモン役のコバさんが遊びに来てくれます。よいしょですね。コバさん、小林弘隆さんですね。はい。2回目ということで、第1回のオタク FM の時もそうですし、前回来てくださった時もなかなかね楽しい回というか、だろうね。カオスな回というか。カオスって言っちゃった？いやすごいよ。めちゃくちゃおもろいよ。面白いね。でね、コバさんってやっぱりいろいろと下準備をされてるなと思って。下準備してるのに、してきてるはずやねんけど、それをすっ飛ばした展開がどんどんぶっ込まれてくるからそれが面白いなと思って。コバさんなんだね、それがね。コバさんらしいというかね。本当にね。あら可愛いわ。だから僕コバさんにちょっと次は仕掛けてやろうかなと思って。仕掛けるとな、仕掛けてやろうかなと思って。だからそこら辺もちょっと楽しみにしていただきたいと思います。カダヤンの野望です。ちなみに次回のアニメ第8話「犬の縄」、こちらは某大ヒットアニメ映画を彷彿とさせるタイトルが印象的な入れ替わり回となっております。あれですよね、私たち入れ替わってるってやつですね。そうですね。こんな展開があるかどうかは知らないですよ。わかりませんけどね。全然知らないですけど、こういうやつです。はい、こういうやつですって言ってもらった。こういう感じかなっていう僕らの、僕らのあれですけどもね、そちらも楽しみにしていただければと思います。いや山さん楽しかったです。今回も面白かったです。本当にありがとうございました。皆さんに感謝、カダヤに感謝。ありがとうございます。僕も山さんに感謝。ありがとうございます。また次回があったらね、楽しみにしてください。山さんもまた来てくれたらいいなと思っております。来る。
はい、はいおー来る宣言すごい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということでオタク FM アニメ&チル、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とルシファー役の山下和也でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。